小物パーツが塗り上がりました。これで塗装が完了といきたいところですけども、まだまだ塗装はあります。次はボディ本体の方に戻っていきます。はい、次はボディ本体の方をまた塗るんですが、今度は中の方ですね。中の方を塗っていきます。今まずやってるのは色を作ってますね。色が違うんですよ。ここの色を作ってます。ボディのカラーとは違いますんで、この色に合わせて色を作っていると。そしてここですね。ここもボディカラーと違うんですよね。だからまあ3色これから塗っていくことになります。まずはここの色から。色を作っていて残念なのはですね、職人っぽい感じが演出できないところです。なんとなく色を合わせるときに、そうですね、これ自体で直接色味がちょっと黄色味が足りない、黄色入れた、混ぜて、これでパッとここに当てて確認。ちょっと黒みが欲しいな。黒を入れます。混ぜたらこの状態でパッと見て、よし OK。 こんな姿を見たら職人さんすごいなって思うかもしれませんけども、これはもうこっからはあくまで私の個人的な意見になりますが、この業界に職人さんはいないと思ってます。いるのは塗装作業者だけ。実際色味が違うと言ってこう入れて混ぜてこうやってみて、こうやって見たって合うわけないんですよ。なぜかというと、乾燥すると色味が変わります。この色なんかはかなり濃くなりますんで、一旦こういった厚紙にもうすでにこんなにどころかこれが何枚もあります。すでにやりまくっております。ここに一旦なすりつけて、この状態で乾燥させてから見るっていう、工程を踏まなければなりません。あまりなんというか簡単そうにこなしているいかにも職人さんの仕事っぽい感じではないと思います。こういう地道な作業をやる。私はこの業界に職人さんはいないと思います。いるのは塗装作業者。こういう地道な作業をやって直していくという人がいるだけ。そんなふうに感じております。で、これで待ってる間にですね、時間がもったいないんで、この時に同時にマスキングを進めていくということです。細かいこと言ってくる人の具体例、お客さんの話しゃべるといろいろ問題あるんで同級生がですね、私の同級生がちょっと見てほしいって言って来たことがあったんですけども、それがですね、新車を下ろして半年ぐらいの車だったんですけども、ボンネットに5マ粒ほどの飛び石による塗装かけができちゃったんですよね。でこれがどうしても気になるから直してほしいっていうふうに来たんですけども、分かるんですよ。私が一番細かいんで、気になるよねっていうのは十分分かるんですけども、それをだから直すのはまた別の話だよっていうことなんですよ。それを直すのには5マ粒ほど、こんなところこの辺からこうやってあるねっていう感じで、この辺から見たら見えないような5マ粒ほどの塗装かけを直そうと思ったら、このボンネットを1枚塗らなきゃならなくなるわけですよ。ボンネット1枚5マ粒のために。でボンネット1枚塗るっていうのは結構な大掛かりな作業です。パールホワイトだったんで、そうするとね、フェンダーとの色違いが今度気になる。でいざボンネットを塗りました、1枚塗りました、フェンダーと色がちょっと色差が気になるなってなったら、私細かいこと気になる人なんで、今度はフェンダーをぼかします。
フェンダーをぼかして、だから5マ粒ほどの飛び石掛けを気になる。私も気になります。一番細かいんで、私が。ただ一番細かい私が5マ粒ほどの塗装掛けがあったらアドバイスできるのは気にすんなしかないんですよね。だってそんだけかかるんですもん、この5マ粒の直すために。そんならなんか筆でねちょんちょんってやって終わりでいいでしょって言ったら、いやって言うから、じゃなくてさって。でこういうぐらい塗らなきゃなんないんだよ、これを直すためにって。その部分的にそこだけちょって直んないんだから。なんかねそこだけささささって直しちゃうのがなんか職人っぽいじゃないですか、それって。すごいって。ただこの業界に職人は存在しないんで、この5マ粒ほどの塗装掛けを直すためにはボンネット1枚塗んないとちゃんときれいには直りません。ソリッドカラーだったらまだ可能性はありますけども、メタリックパール、それはパールホワイトだったんで1枚塗らなきゃまずきれいには直りません。その5マ粒が気になる細かさの人が納得できる仕上がりにするにはボンネット1枚塗り、そして1枚塗った時にフェンダーとの色差が今度気になったらフェンダーを今度塗ります、私は。でフェンダーぼかしでそれで大体仕上がると思うんですが、そこまでやるのってなるわけですよね。だからきれいに直すことは可能なんですよ。とにかくそれにどれだけのお金をかけるかの話ですよね。きれいにはなるんですよ、やる気になれば。ただね、職人さんじゃないんで、ピカソの落書きじゃないけど「サインお願いサインお願いします」って来てささささって書いて「はい」っつって渡してじゃあ100万ドルとかなんか請求したんでしたっけ。なんかそういう逸話がありますけども、なんでそんなちょちょって書いたのに、そんなに請求するんですか。いやちょちょっとじゃないよ、これが書けるようになるまでは40年と10分かかってるんだっていうね、話としては面白いですけども、私が実際それを、私ピカソじゃないんで本当にねちょ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 って直せるんだったらちょ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 って直しただけの時間の請求しかしませんよ。そこまで鍛錬に鍛錬を積んでそれができるようになったとしても、ちょちょって直るんだったらちゃちゃっと直しただけの金額しかもらえませんけども、ちゃちゃっと直んないんだもん、職人じゃないから。この業界に職人はいないから。だからもうその5マ粒ほどの傷を直すのにも大掛かりな、作業になるから、そんなどこまで金かけるのっていう話になるわけですよね。だから気にすんなと言いました。